ニコン ZR ライト YouTuber のための初期設定5選。はい、皆さんこんにちは、ながチャンネルです。ニコンのシネマカメラ ZR が発売されましたが、新品のカメラはせっかくの新機能がデフォルトではオフになっている場合があります。だから忘れずに初期設定を変更しておく必要があります。ZR のユーザーには本格的なロー動画を撮ってカラグレする人、静止画メインでスナップ撮影する人など、バリエーションに富んだユーザーがいると思います。今回は YouTube など比較的ライトな動画撮影をする人に向けて、忘れちゃいけない動画用初期設定の変更5点を紹介します。それでは、Let's get started! ながチャンネル。 1. DX クロップ警告表示。動画撮影メニューの撮像範囲を選びます。 DX クロップ警告表示をオンにします。スローモーションで撮ろうとフレームレートを上げるとクロップされますが、気づかずに撮ってしまうと画角が変わってしまいます。また元に戻すのを忘れると、そのままのフレームレートで撮影を続けてしまうことになります。モニター上で DX クロップの警告表示の点滅で気づくことができるので、デフォルトではオフになっている警告表示をオンにしておく方がいいでしょう。2. ブリージング補正。今までは工学的にフォーカスブリージングが抑制された設計のレンズを選んでいましたが、この補正機能をオンにすると、どのレンズでも安心して使えるので大変便利です。初期設定ではオフになっているので、オンにすればどんなレンズでも使えます。全群繰り出しでブリージングが大きい 26mmF2.8 でテストしてみましょう。こんな感じでピント位置が動くとレンズが前後に大きく動きます。 AF の動作音も大きいので動画では使えません。初期設定のオフだとこんな感じに画面がガクガクします。ブリージング補正をオンにすると同じレンズとは思えません。この機能によって動画でも使えるレンズが増えますね。3. マニュアルフォーカス時の被写体検出範囲。オールドレンズをつけてマニュアルで写真を撮るときに便利な機能ですが、動画撮影でもマニュアルフォーカスでピントをしっかりと固定したいときに便利です。タッチ AF で AF ポイントを動かしてもいいですが、検出範囲を全域に設定しておくと、カメラが自動で被写体認識して AF ポイントを動かしてくれます。ズームレバーで拡大し、マニュアルフォーカスでピントを厳密に追い込むことができます。人物などでは別の被写体の瞳に AF ポイントを移動させることも簡単です。ながチャンネル。4. 内蔵マイクの設定。ここは撮影者の意図によって変わると思いますが、オゾオーディオと32ビットフロート録音という新機能がデフォルトではオフです。内蔵マイクを使って指向性を変えたいときはオゾオーディオをオンにします。指向性が設定できるので状況に応じて選ぶことができます。
保存オーディオがオフだと指向性設定を選択していても全方位のままです。後から音声レベルを編集したい人は32ビットフロート録音もオンにします。32ビットフロート録音をオンにすると音声入力感度がオートからマニュアルになるので、音声入力感度は12ぐらいに下げた方がいいかもしれません。5、モニターの明るさ。ZR の最大の特徴が4インチの大きなモニターですが、炎天下の屋外では液晶モニターが見にくいことがあります。そんな時、簡単にモニターを明るくする設定を i メニューに登録しておくと、ボタン一つで明るさを調節することができて便利です。カスタムメニューの G 動画、G1 i メニューのカスタマイズ、下の段の右から2番目、デフォルトでは動画記録先となっている枠です。CF エクスプレスカードからマイクロ SD カードに変更する項目がありますが、これはモニターの明るさに変更しても良いと思います。動画記録先を選択し OK ボタンを押します。モニターの明るさを選んで OK ボタンを押すと変更できます。メニューボタンを押して設定を終了し、撮影の画面に戻ります。これで i メニューから直接モニターの明るさを最大にすることができます。この設定は写真を撮るときにも効果的なので、フォトモードでも変更しておきましょう。カスタムメニューの F 操作、F1 i メニューのカスタマイズ、下の段の右から2番目、デフォルトのメモリーカード情報表示の枠を選択し、OK ボタンを押します。モニターの明るさを選んで OK ボタンを押し、メニューボタンを押して設定の終了です。これで i メニューから直接モニターの明るさを最大にすることができます。シネマカメラならではの新機能を活用して動画撮影を楽しみましょう。次の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。